ケイスケ様、今しがたあやなたちの殿さんの松平元康様がご到着なされましたです。早く起きるですよ、ケイスケ様。あや、ケイスケ様、どうかなされたです？大変なのです。ケイスケ様がなぜか虫の息なのです。誰かです。おう、ついさっきな。母と二人で200と少しってとこかな。寝ずに買ってたかな。仕方ねえよ。大戦の前にいい肩慣らしになったわ。ああ、で、あっちのは誰だ、小僧。殿さん、早くです。こちらが有名な新田圭介様なのです。これは田楽狭間に舞い降りた天神とはあなた様のことでしたか。お初にお目にかかります。我が名は松平次郎三郎元康、通称は葵と申します。三河岡崎城主であり松平家の当主としてこたび織田殿のお誘いに応え上洛の梅雨払いをすべく参上つかまつりました。以後は葵と気楽にお呼びしてくださいませ。交互お引き回しのほど何卒よろしくお願いいたします。しかし新田健介様といえば織田殿の夫として内外にその名を響かせておられるお方。私ごとき田舎の称名が図を高くして良いはずはございません。普通ですか。ではそうできるよう努力させていただきます。あやな、健介様にしっかりとお仕えしましたか。粗相などはありませんでしたか。です。あやなはちゃんと頑張ったですよ。ね、圭介様。なんという。あやなも楽しかったのです。これあやな、失礼では。でも圭介様がいいっておっしゃったです。なんと
岳狭間の天神と言われる新田健介様がまたものでしかない綾菜に頭を下げるとは。しかし綾菜の主人は葵様ということは、田岳狭間の天神よりも葵様の方がさらに高貴ということになりますぞ。そうなのかしら。理を突き詰めれば、ざっくりと言えばそのような感じになること請け合いです。違うです。まったく結城は殿をからかいすぎなのです。はっはっは。ちょっとしたざれ言を真に受けるなど相変わらず融通が利かないわね。ぐぬぬです。我が名は本田弥八郎正信、通称は結城と申します。健介殿においては以後お見知りおきを。違うですよ。結城は綾菜のいとこになるです。まったく悪知恵ばかりの女狐なのです。めんどくさいことで有名な三河武士の筆頭にそういうこと言われたくないわね。にゃーにわー。ふふーんだ。三河衆は美濃に向けて先行させております。かよから連絡があり、私たちは健介様にご挨拶すべくこちらにてお待ちしていた次第。はい、久遠姉様が最も信頼し最も大切にしているお方と聞いております。それに健介様は現将軍義輝様とも懇意であらせられるとか。ならばぜひにと思いご挨拶させていただきました。交互お可愛がりくださいませ。健介、誰か来たの？あなた様は。あれ、葵ちゃんなの。はい、葵ちゃん、久しぶりなの。お膝振り向いたの。無理、泣かないの。大丈夫なの？マリ様、お久しゅうございます。葵ちゃん、久しぶりなの。葵ちゃんとは幼馴染なの。ひひ、昔はよく一緒に遊んでたの。その説は。ところでマリ様、どうしてこのような偏僻なところに？お付きの者はどうされました？それは、いろいろあったの。もしや駿府館に異変が？そんな。信虎。武田晴信公に甲斐を追放され
先代吉本公が保護していたあの信虎殿が？気づいたらね、館のみんなが信虎おばさんの仲間になっててね、マリは安吉に連れられて逃げ出したの。では源助様が保護してくださったのですね。よかった。本当にご無事でよかった。ありがとなの。それでね、健介がね、マリのことを助けてくれたからね、マリも健介のことを助けることにしたの。それはどういう？しかしマリ様は吉本公が即女、今川の当主として駿府館に戻らなければならないのでは？どういうことです？安吉殿の手紙にそう書かれていたのですよ。これは竹中殿、先導役ご苦労に存じます。お早いお月何よりでございます。それで安吉殿の手紙とはどのような？今川家の客商であった武田信虎殿がどうして謀反に及んだのか、その経緯の説明と駿府館の事情などが事細かに書かれておりました。そして今川家の終幕を告げるとともに、現当主であらせられる氏真殿の身の安全を保証してほしいと、我らが主である信長に宛ててしたためられておりました。ほう、信長公宛てでございますか。しかしおかしい。今川にとって織田は先代吉本公のこともあり旧敵のはず。証拠はございますか、竹中殿？もちろん、今は健介様がお持ちです。ふむ、ならば拝見させていただきましょう。いえ、何も。ほほほほほ。マリ様はそれでよろしいのですか？でも、どうしてそんなこと聞くの？それは健介様！あのね、信長と戦って母様は負けちゃったけど、それは陛下の常だから仕方ないと思うの。だからマリは別にクオンを恨んだり怒ったりなんてしてないの。勝った負けたってそんなに大切？自由の限りを尽くして戦って母様は負けちゃってクオンは勝ったの。クオンの方がすごかったから勝ったの。マリはそれだけのことだと思うの。だからマリ、信虎おばさんのことも別に恨んでないよ。マリが弱かったからおばさんに負けちゃったんだし、仕方ないと思うの。でもいつか絶対駿府に戻ってみせるの。だからそれまでクオンのところにお世話になるの。なんと幼いながら武家の棟梁として素晴らしい心根をお持ちになられましたね。はい。しかしながらマリ様は我が九州松平家からも手厚い保護を切にお願い申し上げます。マリ様のことお頼みいたします、健介様。あら、健介まだかよ。
さっさと帰らないと殿に怒られんだから早くしろや。はい。では美濃へと参りましょう。ご先導何卒よろしくお願いします。よくぞおいでくださいました。織田家家老を務める柴田権六光月、葵様のお迎えに参上つかまつりました。同じく家老三輪五郎左衛門の城麦穂、僭越ながら松平衆のご接待を仰せつかまつりました。何事もお気軽にお申し付けくださいますよう。明智十兵衛エリカと申します。こたびは我が殿上総介よりクラウドノスケ様のご接待を仰せつかりました。何事もお申し付けくださいませ。これは名高き鬼柴田に米五郎座殿が私のような田舎者を出迎えてくださるなど恐悦至極。葵はなんとか本物か。しかしながら織田殿のもとに偉人がおられるとは初耳です。しかも日の本言葉が大変お上手で、いやはや驚き申した。我が母は美濃明智の省出身で明智光康様の妹。幼き頃より日の本の武士として教育されておりました。こたびさまざまなお導きにより織田殿の幕下に入ることとなった次第。クラウドノスケ様、以後お引き回しのほどを。相分かり申した。こちらこそよろしくお願いします。三河岡崎城主松平次郎三郎葵、柴田丹羽明智がお三方、何とぞよしなに。はっ。上総介は表情の際にご挨拶させていただくとのこと。今宵はひとまずお宿に穴へつかまつる。イタミール、綾菜。はいです。兵の差配は任せます。丹羽様の言うことをちゃんと聞くのですよ。お任せなのです。かよという気はクオン様との表情の前に私と共に明智殿のお話に同席を。はい、病院に。では接託にご足労いただきましょう。よしなに。こういう仕事は肩が凝るわ。時に小僧、お板をするのは構わんが、クオン様にはちゃんと伝えておけ。大層心配しておられたぞ。織田随一の騒がし屋である森の連中とつるんでいたらそうもなろうさ。うつけ者め。まあ私と麦穂で口添えはしておるから気にする必要はないだろうが、後で謝っておけ。素直なやつは嫌いじゃないぞ。でだ、本題だが、小僧、鬼はどうであった？今後戦うであろう敵のことはもそっと知っておきたいのだ。なるほどの。国産の鬼とやらはそれほどの強さを持っておるのか。そうなる前に
そのための上洛、そしてそのための越前討ち入りか。なんぞ心配事でもあるのか？確かに一理あるな。殿は何と？言うようになったものだ。仮にも一国の主どもが相手だ。そううまくは運ばんだろうな。当然だ。何かを決めるということは何かを捨てるということでもある。決断一つで己の肩に乗っている者たちの命運が変わるのだからな。だがそれをしなくてはならない。それが上に立つ者の役目であり果たすべき責務だ。貴様も健介隊の頭として部下の命運を握っているということを忘れるでないぞ。ならばよい。今はひとまず上洛と越前侵攻に注力するしかあるまい。余計なことを考えていると死ぬことになるぞ。確かにそうだ。だが一人で背負い込む必要はない。貴様はもう織田の一員なのだからな。織田家中すべての者が貴様と同じものを背負う責任があり背負う覚悟を持っている。苦しければ声を上げろ。助けてほしくば手を差し出せ。そうすれば仲間がきっと助けてくれる。疲れたならば茶を立ててやろう。苦しいならば肩を抱いてやろう。それが仲間というものだ。だから一人で悩む必要はないぞ小僧。そうせい。では私は仕事が残っているでな。後ほど会おう。